皆さん、ごきげんよう。今回は赤ずきんの物語についてお話ししますね。赤ずきんか。童話の中でも超有名なやつだし、もうこすられすぎてるよね。あかねちゃん、甘いですね。赤ずきんにも他の童話と同様に複数のバージョンが存在します。どんな違いがあるの？まず、大きな違いの一つは結末ですね。このお話が最初に出版されたのは17世紀末、フランスの作家シャルル・ペローによって書かれました。その後、19世紀初頭にドイツのグリム兄弟が収集し、童話集として出版されました。グリム童話が最初じゃないんだね。そうです。特にペロー版では赤ずきんの最後が。ちょっと待って。まだ聞きたくないかも。でも、すっごく気になる。そうですね。でも、思っているほど大きく改変されていないのが、この赤ずきんの特徴でもあります。ええ。じゃあ、あまり聞かなくていいや。あら、本当に？でも、大筋は改変されていなくても、書かれた当時の社会背景が物語の細部に影響しているんですよ。社会背景。例えば、ペロー版は当時のフランスの上流階級向けに書かれたものだったんです。へえ、貴族のお嬢様とかが読んでたってこと？その通りです。一方、グリム版は一般の人々に向けた教育的な意図が強いんです。同じ赤ずきんなのに、全然違う目的で書かれてたんだね。そうですね。では、教訓や教育のために生まれた赤い頭巾のかわいそうな女の子の話をしていきましょう。何その怖い導入。昔々、森の外れの村に愛らしい女の子がいました。おばあさんから贈られた赤いビロードの帽子がとてもよく似合ったので、みんなは彼女を赤ずきんと呼んでいました。ある日、母親は赤ずきんにお使いを頼みました。森の奥に住む病気のおばあさんへ、ケーキとワインを届けてほしいというのです。そして母は、道から外れないよう赤ずきんに注意しました。赤ずきんは森の中を歩いていると、狼に出会いました。世間知らずの赤ずきんは、狼が危険だとは知りませんでした。狼は赤ずきんの行き先を聞き出すと、美しい花々に目を向けさせ、道から外れるよう巧みに誘いました。おばあさんを喜ばせたいという思いから、赤ずきんは道を外れて花を摘み始めました。その間に、狼はおばあさんの家へとこっそり急いで行きました。さて、赤ずきんの赤い頭巾は有名なファッションですね。あれ、おばあちゃんからプレゼントだったんだね。かわいいよね。この赤い頭巾はシャルル・ペローが独自に物語に加えた要素なんです。それ以前の類似の話には登場しません。へえ、じゃあ、昔からあったわけじゃないんだ。そうなんです。赤いチュニックを着ていたという古い話はありますが、直接的に関係しているかはわかりません。そして、ペローの時代のフランスでは、赤い頭巾はすでに流行遅れの庶民的な帽子だったんです。でも、なんでわざわざ古い帽子を選んだの？そこが重要で、ペローがこの物語を語った相手は主に貴族の女性なので、赤ずきんを庶民の少女として描くことで、聴衆との間に一定の距離感を持たせたのかもしれませんね。距離感？どういうこと？つまり、貴族の女性たちに自分たちとは異なる世界の人物の話として物語を聞かせることで、より客観的に教訓を受け止めてもらおうとしたのではないかということです。なるほど。あ、それってまさか、ペローの話が悲しい結末になるってことなんじゃ？あかねちゃん鋭いですね。実はペロー版の赤ずきんは救われない悲劇的な結末を迎えるんです。庶民の少女の悲劇として描くことで、貴族の聴衆に強い印象を与えつつ、自分たちとは少し違う世界の出来事として受け止めやすくしたのかもしれません。へえ、奥が深いね。単なる可愛い帽子じゃなくて、そんな意味があったんだ。そうなんです。赤い頭巾は物語の中で主人公を特徴づけ、物語を記憶に残りやすくする要素として機能していると同時に、聴衆との関係性を巧みに操作する役割も果たしているんです。すごいね。ペローって結構計算高かったんだ。まあ、計算高いというよりは、優れた語り手だったということでしょうね。そして、母親の言いつけも、社会的なルールや道徳を象徴しているんです。なるほど。でも、赤ずきんちゃん、結局その言いつけ守れなかったよね。ええ、そこが物語の転換点になっています。赤ずきんの純真さと無警戒さが、この破綻をもたらすんです。確かに、ちょっと危なっかしいよね。そして、もう一人の重要な登場人物、狼の存在についてです。
狼は単なる動物ということで書かれたわけではなく、社会的な危険、つまり人間社会に潜む脅威を象徴していました。それはなんとなくわかるな。実は、古いフランス民話では、ブズーという人狼が登場することもあったんです。当時、魔女と同様に人間が狼になると信じられており、フランスやドイツでは特に人狼に関する事件が多く記録されています。魔女ほどではありませんが、人狼として疑われたり、実際の事件の犯人が人狼として裁かれたりしていたんです。うわぁ、本当にあったんだ。怖すぎる。なので、悪い人物を狼に例えるということは、当時の人からしたらピンときやすいんです。そして、森について触れておきましょう。当時のドイツでは、村は必ずと言っていいほど森のすぐ近くにありました。森は人間世界と超自然的な世界の境界とされていたんです。へえ、だからおばあさんの家は森の中にあるんだ。実は、それはグリム版の設定なんです。ペロー版では、おばあさんの家は別の村にあることになっています。グリム兄弟があえてこの設定を変更したのは、当時のドイツの現実に即し、より身近で現実的な設定にするためだったのでしょうね。なるほど。細かいところまで考えられてるんだね。そうですね。グリム版では、家からおばあさんの家まで30分と書かれていました。たった30分でも森の中に寄り道をしながら行くとどうなるのかというのが続きのお話です。狼はおばあさんを食べると、その服を着てベッドに入りました。赤ずきんが到着すると、ベッドの中のおばあさんの様子がおかしいことに気づきました。おばあさん、どうしてそんなに耳が大きいの？お前の声をよく聞くためさ。どうしてそんなに目が大きいの？お前をよく見るためさ。どうしてそんなに手が大きいの？お前を抱きしめるためさ。まあ、おばあさん、どうしてそんなに口が大きいの？お前を食べるためさ。狼は飛び上がると赤ずきんを丸飲みにしました。そして満腹になった狼は大きないびきをかいて眠り込んでしまいました。おばあさんの家から聞こえてくるおかしないびきを聞いて漁師が家に入るとベッドで寝ている狼を見つけました。漁師はハサミでその腹を切り開き、赤ずきんとおばあさんを無事助け出しました。そして3人は大きな石を集め狼の腹に詰めたのです。狼が目覚めて逃げようとしましたが、重い石のせいで倒れて死んでしまいました。漁師は狼の毛皮を持ち帰り、おばあさんと赤ずきんはケーキを分け合い、ワインを少しずつ飲みながら無事を喜び合いました。そして赤ずきんはもう二度とお母さんの言いつけを破らないと心に誓ったのでした。さて、狼はおばあさんになりすまし、赤ずきんとの対話するシーンは有名ですね。このなりすましのモチーフは赤ずきんに限らず、世界中の昔話や神話に登場する古くからあるテーマなんです。例えば、台湾の昔話は、かなり赤ずきんと類似しながらも虎が人間に変装して襲う話です。へえ、世界中にあるんだ。そして、この赤ずきんの物語で特に注目したいのは、狼が赤ずきんを食べる場面です。実は、これにはもっと生々しい描写がある古いバージョンがあるんです。生々しい。古いフランスの民話では、狼はおばあさんを殺して肉を料理し、その肉と血を知らずに赤ずきんに食べさせるんです。うわ、それって。そう、カニバリズムですね。現代的な感覚からするとさすがに抵抗がありますよね。例えば日本の昔話、カチカチ山にもありますし、ペローの茨姫でも同様のシーンはありますが、グリム版では削除されています。そりゃ、削除されるよね。さらに、狼が赤ずきんをベッドに誘う際に、服を1枚ずつ脱がせる場面もあります。服を脱ぐのも脱がせ方もおかしいでしょ。ペローの作品は、特に若い女性に対する性的な危険への注意喚起を目的としていました。なので、性的な描写で示唆しながら、軽率な男女関係の危険性を警告していたんですね。なるほど。私が知ってる赤ずきんの話とは全然違うね。そうですね。これが時代とともにどう変化していったかを見ていくと面白いです。例えば、ペロー版とグリム版では結末が大きく異なります。そういえば、ペロー版は悲劇的な結末だって言ってたよね。その通りです。ペロー版では赤ずきんは救われず、狼に食べられて終わります。そして、物語の最後に明確な教訓が付け加えられ、狼は男性のことであり、その中でも特に魅力的だかおとなしい狼が最も危険である、と強調しています。へえ、でも、
なんかわかるな。まあ、男はみんな狼ですけどね。千秋さん、なんかありました？いえ別に。話を戻しますね。ペローの作品に対して、グリム兄弟の作品は子供向けの童話集を目指していたので、そういった性的な要素も過激な要素も不要だと判断したんだと思います。グリム版では両氏が登場して赤ずきんとおばあさんを助け出し、赤ずきんが反省して母親の言うことを守ると誓いますが、教訓は明示されず、物語全体を通じて自然に学び取る形式になっていますよね。同じ話でも全然違う目的があったんだね。でも、赤ずきんちゃんって結局ただ被害に遭うだけなんだよね。なんだか、かわいそうになってきちゃった。実はそれが大事な視点なんです。赤ずきんは一方的な被害者として描かれています。そのことに違和感を覚える人は多かったようです。実は、グリム童話の初版には、私たちがよく知っている話の他に、もう一つ、赤ずきんの話が載っていたんですよ。もう一つあったの？どんな話なの？二つ目の話は、赤ずきんが2匹目の狼に遭遇した時の話です。この話では、赤ずきんが教訓を生かして、おばあさんと一緒に狼を撃退するんです。おう、かっこいい。実は、グリム兄弟は赤ずきんの話に限らず、多くの童話をある人物から聞いていました。ハッセンプフルーク家です。その家の姉妹から多くの話を提供してもらっており、一つ目の有名な方はジャネットという妹から、二つ目の赤ずきんが活躍する話は姉のマリーから提供されたんですよ。へえ、マリーさんは赤ずきんちゃんにもっと強くなってほしいって思ったのかな？そうかもしれませんね。マリーは若い頃病弱だったので、それも影響しているかもしれません。そして、茜ちゃんも感じた、この赤ずきんの存在意義についての疑問が、後の時代に様々なアレンジを生み出すきっかけになったんです。どういうこと？最初にも話しましたが、赤ずきんは初版からの大幅な変更がほとんどされていません。にもかかわらず、時代とともに多様な解釈と再創造を生み出し続けています。へえ、変わってないのに変わり続けてるってこと？そうなんです。ペロー版とグリム版の主な違いは、読者層と結末くらいです。歴史的に見れば似たような話は多くありますが、赤ずきんほど広く知られ、多様な解釈を生み出した物語は他にありません。すごいね。どうしてそんなに特別なの？それは、赤ずきんが持つ象徴性にあるんじゃないかと思います。もともとは名前すら持たない、ただ赤い頭巾をかぶった少女でした。そして、この赤い頭巾が、無垢でひ弱な犠牲者の象徴となって、やがて、彼女は単なる物語の登場人物を超えて、文化的なアイコンとなったんです。なんか急に難しくなってきた。この象徴的な存在が、後の時代のクリエイターたちを刺激し続けているんです。純粋無垢で赤い頭巾がトレードマークの名もなき少女。そして、彼女は狼に食べられるためにこの世に生み出されたわけです。そう言われると、切ないね。ペローもグリム兄弟も意図していたわけではないと思いますが、結果的に彼女は世界中の人から、何とかしてあげたいかわいそうな女の子と映りました。そんなかわいそうで真っ白なキャラクターがいれば、色をつけてあげたいと思うのが芸術家です。この作品が世に出てからすぐに二次創作の対象となりました。これこそが赤ずきんが何世紀にもわたって人々を魅了し続けている秘密なんだと思います。そっか、これからも赤ずきんがどんな風に変わっていくのか楽しみになってきた。そうですね。赤ずきんの物語は私たちに過去を振り返るきっかけにもなりますし、未来への想像力も刺激してくれるんです。これからもこの不思議な魅力を持つ物語から目が離せませんね。また来たいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。